スージー&ザ・バンシーズの紹介動画。前回はザ・キュアのロバート・スミスがギタリストとして参加し、1984年にアルバムハイエナをリリースしますが、ザ・キュアの人気が高まってきたタイミングで脱退してしまったというところまで話しました。ハイエナのリリースが1984年6月で、それに伴うライブツアーが行われ、どうやらソロツアーから新しいギタリストが参加したようです。新ギタリストジョン・バレンタイン・カラーザーズはイギリスウェストヨークシャー州リーズ出身で1958年生まれ、1982年から83年クロック DVA というポストパンクインダストリアル系のバンドに参加、なのですが、彼については本当に情報が少なくて、どういう経緯でバンシーズに加入したのかとかよくわからないんですよね。言えるのはクロック DVA は1982年からバンシーズと同じポリドールレコードに所属していたので、レコード会社を通じて知り合っていたのかもしれません。とにかく彼はバンシーズの歴代ギタリストの中でもかなり知名度の低い方だと思うのですが、しかし彼の参加したアルバムとそこで聴かれるギターは現在高い評価を得ているように思います。バンシーズは1984年6月にイギリス国内ツアー、7月にアメリカツアーを行い、その後ザ・ソーンという4曲入りの EP をレコーディングし、84年10月にリリースしています。これは過去の曲にストリングスを加え新たなアレンジで録音したもので、ハイエナで行ったアプローチの続きといった印象を受けます。1曲目オーバーグラウンドはファーストアルバムザ・スクリームから、2曲目ボイセーズはシングル香港ガーデンの B 面、3曲目プラシーボエフェクトはセカンドアルバムジョインハンズより、4曲目レッドオーバーホワイトはシングルイスラエルの B 面と、かなり渋めの選曲になっています。そしてこの EP からジョン・バレンタイン・カラーザーズが正式メンバーとしてクレジットされています。1985年の多くの時間を彼らは曲作りとレコーディングに費やしたようで、5月にドイツ・ベルリンのハンザスタジオ、ここはデビッド・ボーイのベルリン3部作などで有名なところですね。その後9月と12月にロンドンでレコーディングが行われています。制作期間が延びたのはプロデューサーとのトラブルがあったからのようで、最終的にはスージー&ザ・バンシーズ単独でのプロデュースとクレジットされています。1985年10月にシングルシティーズ・インダストをリリース。バンシーズらしさを保ちながらもキャッチーなメロディーを持つこの曲は彼らの代表曲の一つとなりました。そして1986年2月にシングルキャンディーマンをリリースし、続いて86年4月に7枚目のスタジオアルバムティンダーボックスをリリースします。ちなみにこれ86年当時の日本版 LP なんですけど、なぜかオリジナルのイギリス版とは A 面と B 面が逆になっています。本来はキャンディーマンから始まる面がサイド1なんですけど、日本版のみなぜかキャノンズから始まる面がサイド1となっているんですね。これは長年の謎で A 面 B 面を逆にする意図が全くわからないので、単にこれは日本版制作スタッフのミスなんでしょうかね。ちなみに後年出た日本版 CD ではオリジナルの曲順になっています。で、今から1曲ずつ紹介していくんですけど、それはオリジナル本国版の曲順でいきますね。1曲目キャンディーマン、先行シングルとなった曲。出だしからアップテンポでキャッチーな展開が続くのですが、途中からは暗雲が立ち込めるような怪しげな雰囲気になります。歌詞は子供に甘い言葉をかけ近づき悪事を働く大人についてのもので、スージーはインタビューで子供の頃見知らぬ大人の男から虐待を受け、それに対し周りの大人がきちんと対応をしてくれなかったと話していて、それが彼女の怒りとか社会に対する不信の根源になっているようで、この歌詞はそれが直接的に表に出たもののようです。ギタープレイは印象的なリフを主体としたものですが、音色の使い分けが巧みで深みのある色彩を感じさせます。ちょうどキス・イン・ザ・ドリームハウスやハイエナのジャケットの派手な色使いから、このジャケットのワインレッド一色の色使いになったように、自分はアルバム全体がこの色のイメージに統一されているように感じます。2曲目スイーテストチル。比
較的アップテンポですが大人っぽいというかちょっと短美なイメージのある曲です。自分はこの曲のドラムパターン、ハイハットの入れ方がすごく好きで、なんてかっこいいんだろうって思いますね。そこに乗ってくるピアノ、シンセ、そしてギターのリフが無駄なく的確に入ってくる感じで、とても洗練された美しい曲だと思います。3曲目 This Unrest、 直訳するとこの不安というタイトル通り、不穏で恐怖感を感じるようなホラーっぽいテイストの曲です。重いテンポで始まり、途中スピードアップするのですが、浮き足立ったような不安定さが奇妙な感じを醸し出します。アルバム中最もハードな印象を受ける曲ですね。4曲目 Cities in Dust、 これはスージーがイタリア・ポンペイの遺跡を訪れた時インスパイアを受けて書かれた歌詞だそうです。西暦79年に火山の噴火により地中に埋もれた都市、その様子が想像を交え歌われます。サウンドはデジタルシンセのシーケンスから始まるダンサブルでキャッチーなものですが、メロディーはとても哀愁に満ちている感じがします。この曲はシングルになり、バンシーズの曲全体の中でもかなり人気の高い曲です。個人的にも最初に好きになったバンシーズの曲はこれだったかなと思います。ここから B 面に移って5曲目 Cannons。 異常気象で雨が降らず、半ばゴーストタウンとなった街で雨乞いをするかのように空に向けて大砲を撃つといった内容の歌詞。サウンドはギターのアルペジオ、タムを多用するドラムパターン、 B メロでかき鳴らされるアコースティックギターとバンシーズの代表曲スペルバウンドに通じるアレンジですが、しかしトライバルでプリミティブな印象のスペルバウンドに対しヨーロッパ的な美意識が感じられ、また偶話的な歌詞の世界も魅力的で、最初聴いた時は地味な曲と思いましたが、いつの間にか大好きな曲になっていました。6曲目 Parties Fall。 印象的なギターリフとドラムパターンで始まる明るくキャッチーな感じの曲です。歌詞はきらびやかなパーティーが終わり、孤独になった友達に語りかけるような内容、素直に人に寄り添って励ますような歌詞だと思います。明るさの中にほろ苦さを感じさせるメロディー、バンシーズの曲の中でも一般受けしそうな気がするのですが、はっきりしたサビがないので少なくとも日本では受けないかもしれないですね。個人的にはこの曲と Cities in Dust、 キャンディーマンが初めて聴いた頃のお気に入りでした。7曲目192 Degrees。 冒頭の男性のセリフは It Come From Other Space という1953年の SF 映画から引用されています。92度では犯罪が多くなる、気温が低いと人はのんびりし、92度を超えると動くのがしんどくなる、92度だと人々はイライラするというようなことが言われていて、ここで言う92度っていうのは華氏ですね。僕らが普通に使っている温度にすると華氏90度は 32.2 度だそうですから、そう考えるとイメージしやすいと思います。スージーはある短編小説から着想を得たと言っていて、この It Come From Other Space という映画の原作はレイ・ブラッドベリーとなっているので、彼の短編小説に原作にあたるものがあるのかと思われます。曲はゆったりとしたテンポのリズム、ギターのクリーンでどこか不安な感じのするアルペジオから始まり、だんだんとハードになっていきます。アレンジ自体はシンプルな方ですが、まるで天変地異、例えばジャケット写真の竜巻が起きた時をイメージさせるような曲奏サウンドになっています。ラスト8曲目 Lands End。 前の曲の余韻と重なるようにフェードインしてくるドラムス、その独特なドラムパターンに乗ってくるベースとギターのアンサンブルが浮遊するような感じで美しいです。ランズエンドというのはイギリス・イングランドの南西に位置する岬で、切り立った崖があったりして風光明媚な観光地のようです。しかしスージーの歌う歌詞はどこか不穏な感じがします。訳詞を読む限りでは心中を歌ったようにも取れます。でも最後は海辺を一緒に散歩しましょうと締めているので曖昧ですね。多分そこは聞く人の想像力に委ねているのだと思います。
またこの曲のレコーディング中、1985年5月6日にランズエンドの惨事と言われる10歳から12歳の子供4人が波にさらわれて亡くなるという事故が起きていて、そのこととこの曲は関係ないとメンバーは語っていますが、アルバムがリリースされたのが1986年4月21日、事故の約1年後ということ。そしてこの曲の持つ霊的というか、どこか沈痛な雰囲気からどうしても鎮魂歌のように思えてならないんですよね。曲は冒頭の不可思議で浮遊感のあるアンサンブルから途中力強くストレートなリズムに変化します。そこが非常にエモーショナルに感じられ、高ぶるような何とも言えない気持ちになります。自分が初めて聞いた時はあまり良さが分かってなかったんですが、聴いていくうちにだんだん好きになり、今ではこのアルバムでバンシーズのすべての曲の中でもトップレベルで好きな曲になりました。ティンダーボックスのサウンドはドラム、ベース、ギターのバンドサウンドを基調にしたものですが、前の2作でのサウンドコラージュやさまざまなアレンジを踏まえた上で贅肉を削ぎ落としていったものと感じられます。一見シンプルなプレイに聞こえますが、ジョン・バレンタイン・カラザーズのウィキペディアによると、少なくとも4回、多い曲で8トラックのギターが録音されているそうです。彼は的確に印象的なリフやフレーズを入れて、また効果的に音のレイヤーを重ねていっているようです。シンセの使用も必要最低限ですが、とても効果的で洗練されたアレンジ、サウンドにつながっているように思います。歌詞の面では天変地異や異常気象、自然の脅威を思わせる表現が多く見られ、それがこのジャケットの竜巻の写真と相乗効果でイメージが膨らみます。ちなみにこの写真は1927年アメリカミネソタ州で撮られたもので、これ以前にもマイルス・デイビスやディープパープルのアルバムのジャケットのモチーフになっている有名な写真みたいです。このアルバムは当時から比較的好評だったと思いますが、中には革新性がなく停滞しているという評価もあったようです。これは目まぐるしくトレンドが変わっていった80年代の音楽シーンならではの評価かもしれません。それに対してスティーブン・セベリンは、自分たちはじっくり時間をかけて完璧な8曲を作ろうとしただけだと答えています。しかしパンク出身の彼らがそうした完成度の高さを求めるのはちょっとひよっていると感じる人もいたのかもしれません。またバンシーズが再評価される際、特にジョン・マッギオーフが高い評価を受ける傍ら、ジョン・バレンタイン・カラスアーズは知名度が低く地味な存在のままであったと思います。しかし現在ネット上でいろいろなレビューなどを見てみると、このティンダーボックスはかなり高い人気を得ていて、そのギタープレイも高く評価されているようです。個人的にも一番最初に聴いたバンシーズのアルバムでイギリスのギターバンドにハマるきっかけとなった作品なので、とても思い入れが深いです。改めて聴いてみても無駄なく研ぎ澄まされた出来の良いアルバムだと思います。以前の動画でバンシーズの最高傑作はジュジュだと言いましたが、一番好きなのはと聞かれるとこのティンダーボックスになりますね。ティンダーボックスは1986年4月にリリースされ、イギリスのアルバムチャートで13位、アメリカビルボードで88位を記録しました。本国では安定した人気を保ち、アメリカでも認知されてきたのがわかります。バンシーズはティンダーボックスリリースに伴うツアーを行った後、1986年8月から9月にレコーディングを行っています。そして出来上がったアルバムはThrough the Looking Glassとして1987年3月にリリース。このアルバムに収録されたのはすべて他のアーティストの曲でカバーバージョン集ということになりました。1曲目 This Town Ain't Big Enough for Both of Us はスパークスの曲。2曲目 Hall of Mirrors はクラフトワーク。3曲目 Trust in Me はディズニーのアニメ映画ジャングルブックのサントラより。4曲目 This Wheels on Fire はボブ・デュランとザ・バンドによる曲。5曲目 Strange Fruits はビリー・ホリデー。 B 面6曲目 Your Lost Little Girl はザ・ドアーズ。7曲目
The Passenger はイギー・ポップ、8曲目ガンはジョン・ケイル、9曲目シー・ブリーズはロキシー・ミュージック、10曲目最後はリトル・ジョニー・ジュエルでテレビジョンの曲です。やっぱりそのアーティスト入るよねっていう曲から意外な曲までバラエティに富んでいて楽しめるアルバムですが、カバー集なので曲ごとに世界観が違うし没入感はあまりなく、さらっと聞き流しがちなアルバムですね。サウンド面では洗練されてポップで聴きやすい印象を受けます。ゲストミュージシャンとして次のアルバムからメンバーになるマーティン・マカリックがチェロ、キーボード、ストリングスアレンジで参加しています。一方でジョン・バレンタイン・カラザーズのギターは前作より存在感が薄く感じます。ギターバンドって感じの音ではなくなってきているんですよね。どちらかというと前作ティンダーボックスよりは自作のピープショーに近いサウンドだと思います。ティンダーボックスでバンシーズのファンになった自分は、これはリリースされてすぐに買いました。当時は洋楽を聴き始めて間がない頃だったので、知っている曲は1曲もなかったですが、どの曲もすごくいい曲だなと思って聴いていたのを思い出します。特にお気に入りだったのはホール・オブ・ミラーズとかリトル・ジョニー・ジュエルですかね。スルー・ザ・ルッキング・グラスは1987年3月にリリースされて、イギリスのアルバムチャートで15位と安定した売り上げを記録しています。しかしこれはカバー集なのでオリジナルアルバムとは違い、あまり評価の訴状に上がるような感じでもないですね。ファンなら彼らのルーツを知れたり楽しめる作品といったところでしょうか。さて、先ほどスルー・ザ・ルッキング・グラスではギタリストジョン・バレンタイン・カラザーズの存在感が薄くなっていると言いましたが、やはりというかまたかというか、彼はこのアルバムのリリース前の時期に脱退しています。このあたり彼に関する情報って本当に少なくて、どういった理由で脱退したかよくわからなかったのですが、今回調べてみてこんな記述を見つけました。1987年スルー・ザ・ルッキング・グラスリリース時期のスティーブン・セベリンとバッジーのインタビューで、バンシーズのメンバーになるならギターを弾くだけではなく、もっと多くのことに関わらなければいけない、彼はそれがうまくいかなかったとスティーブンは言っています。またこれからのバンシーズはスージー、スティーブン、バッジーの3人組で、その都度ゲストを迎える形にしようと思うとも語っています。おそらく彼らはもうギターバンドでは飽き足らなくなっていて、さまざまな楽器を使いバンドのスタイルにとらわれない方向に意識が向いていたのでしょう。というかスティーブン・セベリンは1979年にギターとドラムが抜けた時、自分とスージーの2人組にしようと考えたそうなので、もともとそういった傾向があったと言っていいかもしれません。ジョン・バレンタイン・カラザーズを迎えて制作されたティンダーボックスは結果非常に時間をかけて作られた完成度の高い作品になりました。中心メンバー3人にとっては、それがギターサウンドの完成形で、完成したからには次に進まなければならない、そんな意識だったのかもしれないですね。そうするとスルー・ザ・ルッキング・グラスは仕切り直し、一旦リセットといった感じのアルバムに思えます。さあ、またギタリストが脱退したバンシーズ。しかし今回は今までと違い、バンドの形自体をガラッと変えてしまおうと彼らはしているように思います。1980年代も末期に差し掛かってきて、彼らはどう変化していくのでしょうか。次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。